iTech インターナショナルシニアコンサルタントの柴野です。今回の iTech YouTube チャンネルのテーマは、設備・装置のトラブル予兆検知は MT システムです。MT システムは田口源一博士から提唱されたパターン認識の技術です。様々な分野での活用が広がっておりますが、今回のお話は、その中から設備・装置のトラブル予兆検知ということに限定してお話ししていきたいと思います。まず、深層学習、ディープラーニングとの違いをご紹介します。その上で、MT システムの特徴についてご説明いたします。最後に、成功事例を紹介いたします。まず、深層学習、ディープラーニングとの違いです。昨今、人工知能の研究が盛んですけれど、その中でも、最も一般的なのがこの深層学習ということになります。MT システムとの違いは、構造が全く違います。MT システムは基本的に相関構造を活用します。それに対してディープラーニングでは、人間の脳を模した構造になっています。かなり複雑な構造と言えます。この構造の違いから2つ目、学習に必要なデータの数、あるいは学習時間が大きく異なってきます。MT システムはディープラーニングよりも少ないデータ数、短い学習時間で活用することができます。さらに、MT システムでは異常判定の説明が可能。いわゆる原因診断が容易にできます。ホワイトボックスの AI と呼ばれることもあります。また、未知の異常、あるいは未学習の異常も判定可能です。これは判定の仕方に要因があります。5番目として、異常の分類、あるいは種類の判別。これは MT システムの苦手な分野です。つまり、良品、不良品、あるいは正常、異常といった二者択一の判定には MT システムは非常に優位なんですけれど、いくつかの不良に分類する、それを判定するといったケースでは MT システムは弱点があるというふうに言えます。これが深層学習、ディープラーニングとの違いになります。MT システムの特徴についてご説明します。まず、データの構造が非常にシンプルであることです。MT システムでは単位空間と呼びます。データが持つ要因項目の数がK個だったときに、必要なデータ数 N は K よりも一つでも大きければ良い。望ましくは要因項目数 K の2倍程度。例えば、要因項目の数が20であれば、最低で21個。望ましくはデータが40個あれば良いということです。次に、判定のやり方です。MT システムでは単位空間とのパターン差を距離として計算します。単位空間には通常、理想的な状態、あるいは正常、定常な状態のデータを用います。この単位空間に対して判定対象になる、例えば対象 A とのパターンの差を距離として計算します。この距離の値が小さければ単位空間に近いということで正常と判定します。対象 B のように距離が大きく離れているときは正常から離れているということで異常と判断します。つまり、状態の違いを定量的に判断できるという利点があります。この特徴によって、設備や装置の時系列的な状態変化を非常に捉えやすいものになります。図で示しますと、横軸に時間 t、縦軸に距離 d を持ってきますと、
時間の変化と距離 d の変化がこのグラフのように目で見える形で判断できます。ここに判定の式値 m を持ってきます。式値 m よりも距離 d の値が小さいときが正常。式値 m を超えると異常というふうに判断します。この丸を打っている交点のところ、ここが正常から異常に変わる分岐点ですよね。ですから、ここで予兆の検知ということができます。予兆を検知したとすると、この次に原因の診断を直行法を用いて行います。直行法を用いた異常原因の診断を実施することで、判定結果に寄与の大きな項目を特定することができます。迅速な現場対応が可能になるということです。MT システムを使った成功事例を一つ皆さんにご紹介いたします。発電設備のトラブルの予兆検知という事例です。発電設備各部の圧力、温度、燃料の流量等を常に監視しております。これがデータになります。正常状態のデータを集めて単位空間とします。この単位空間を用いて MD 値、これマハラノビスの距離なんですけれど、その時間的な変化を追随して追っていきます。それによって不具合の予兆を検知しようというものです。検知することで設備の停止を未然に防止することができます。具体的には、このようなグラフを見ながら予兆を検出していきます。マハラノビスの距離の値、MD 値の時間的変化を監視するということになります。横軸に時間、縦軸に MD の値が示されたグラフです。先ほど皆さんに紹介したグラフのこれ実物版になります。ある式値 M に対してそこが交差したとき、ここが予兆を検知した瞬間ということになります。この瞬間に、先ほど申し上げた直行表による原因診断を行って、迅速にトラブルの解消を目指すということになります。MD 値の上昇を検知した時点で原因診断を実施して対処する。トラブルの発生を未然に防止した事例ということで非常に有名になりまして、この事例が公表されて以来、多くのテーマが品質工学会を中心に研究会の中でも発表されてきまして、大いに有効性を実感してきたということになります。現在では宇宙ロケットの中にも同じシステムが搭載されております。最後にまとめです。MT システムの特徴です。まず必要とするデータ数が非常に少ないということが挙げられます。それによって学習に必要な時間が短くで済む。距離で定量的に判断をすると。これによって時系列的なデータを時間を追って状態を調べていくことができます。異常を検出したら瞬時にその原因を特定することができる。これらの特徴によって MT システムは生産工程や設備、装置の状態監視、これを中心とした工業的利用に優れた手法、AI ということができます。この機会に皆さんも MT システムを勉強していただいて、大いに仕事の中で活用していただけたらというふうに思います。以上で、YouTube チャンネル終わりたいと思います。